皆さんこんにちは、ピノミです。本日はホワイトニングで使用されるオパールエッセンスについてのお話で、実際私が使用している方法であったり、さらにはこれ大事だなと思った気づきなどについてお話をしていこうと思います。これからホームホワイトニングを考えている方であったり、オパールエッセンスについて詳しく知りたいなっていう方いらっしゃいましたら、こちらの動画参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは肌や歯に関することをですね、私の実体験を交えながら発信しているチャンネルになります。もし今日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。まず最初にオパールエッセンスの濃度のお話をしていきたいと思います。市販で手に入りやすい濃度といえば、低い方から 10%、15%、20%、そして 35% っていう濃度がだいたい一般的ではないかなと思っています。さらに上を行く 45% とかっていう濃度もあるんですけど、使用する時の難易度っていうのがぐっと上がりますので、基本的に個人で使用できる濃度っていうのは 35% くらいまでではないでしょうか。そもそもこの濃度っていうのは何の成分のパーセンテージかと言いますと、オパールエッセンスの場合、エナメル質を白くしてくれる成分ですね、過酸化尿素という成分のパーセンテージを表しているものになります。歯医者さんなどで行うホワイトニングのことをオフィスホワイトニングと言いますが、オフィスホワイトニングではこの過酸化尿素または過酸化水素という成分をですね、 35% 以上の濃度でやっていくのが一般的だと思います。私は普段から濃度が 15% のものを使用しています。過去に 10% と 15%、そして 35% の濃度を試したことがあるんですけど、安全性だったり効果をですね感じたのが、私個人的には 15% っていうのが一番濃度が合っていたので、今でもこの濃度を使い続けています。使用方法はですね、至ってシンプルで、まず自分の歯型に合ったマウスピースを用意します。で、この歯型の一つ一つのところに米粒大ぐらいでこの液剤、薬剤をですね塗布していくんですね。塗っていきます。私はこの笑う時に主に見える歯ですね、上がだいたい10本、下も10本の部分に塗って、一応見えるとこだけ白くしている形になります。装着する時間はだいたい2時間と決めてやっています。アメリカの販売各所ですね、ウェブサイトとか見てますと、だいたいこの濃度 15% だと4時間から6時間装着してくださいと説明しているところが結構あるんですけど、私実際4時間から6時間つけてみてですね、これは知覚過敏のリスク結構高いなと思ったので、私の判断で2時間にしています。このホワイトニング中ですねは、なるべく水も飲まないようにして、もし飲む時であったらストローとかで飲んで、なるべくこの歯のマウスピースの中に水分をですね入れないようにした方がいいです。そしてこのホワイトニング期間中に関しては、例えばコーヒーとかカレーライスとかですね、着色がしやすい食べ物、飲み物に関してはなるべく避けた方がホワイトニングの効き目が良くなると思います。これ私の経験談なんですけど、一度濃度 35% のを使用した時にですね、このマウスピースに入れて装着してからものの15分から20分くらいで、歯が結構ジンジンといった痛みを感じ始めてしまって、さらにはこの歯とこの歯茎のこの間が結構ジュクジュクっていうような染みた感じ、痛みを感じてしまったんです。で、ちょっと怖くなってしまって、ちょっと 35% の濃度っていうのはもうその場でやめたという経験がありました。もちろん濃度が高ければ高いほど即効性っていうのも上がってきますし、それぞれのですねご自身の生活スタイルに合った濃度っていうのを選ばれたら良いのかなと思います。ただやっぱりこの濃度に合わせて装着時間っていうのはしっかり気をつけていきたいところですよね。ここでオパールエッセンスを使用する上でとても大切だなと感じたことがありました。それが自分の歯型に合ったマウスピースを使用するということです。
これですね、ホワイトニングの完成度っていうのがやっぱちょっと違ってくるなと感じたんです。市販のマウスピースっていうのも売ってるんですけど、市販のマウスピースというのはすでに U 字になっていて、比較的誰の歯にも合う歯型になっているやつと、あとはお湯などの熱に反応して自分の形に変えていくマウスピースっていうのが売ってたりするんですね。そういった市販のマウスピースを使用してこのホワイトニングっていうのをすることも可能なんですけど、やっぱり歯型に合ってないので薬剤が外に漏れてしまって、完成した際に色ムラができてしまったり、例えば濃度が高い薬剤になるとこの漏れ出した薬剤っていうのが歯茎の上に行ってしまって、最悪の場合歯茎を傷つけてしまうっていう可能性もなきにしもあらずなんですよね。なのでオパールエッセンスを検討している方であれば、ちょっと最初に初期費用っていうのはかかってきてしまうんですけど、自分に合った歯型のマウスピースっていうのを最初に用意した方が後々のこの結果にも関わってきますし、満足のいく結果っていうのを得られるのではないかと思いました。だいたいマウスピースの相場っていうのが1つ作るのに1万5,000円から2万5,000円くらいだと思います。そしてこのオパールエッセンスの相場ですね、ですとこの動画の作成時点でだいたい例えば有名どころのバイマとかのサイトだとこれ4本分で5,000円前後で販売していって、購入することができるみたいです。なのでだいたい初期費用っていうのが2万5,000円くらいになるのではないでしょうか。私が初めてホワイトニングをオパールエッセンスでした時っていうのが、自分の歯型に合ったマウスピースにそれぞれ上下10本分の部分に薬剤を塗布した計算で、だいたいこのシリンジ3本分を2週間半で使い切ってはっきりとした白さになったっていうのを覚えています。この薬剤に関してなんですけど、未開封時は常温保存可能なんですけど、これ1回使用したらですね、ここを開けてしまったら冷蔵保存してくださいね。最初にこのシリンジを3本使用したと説明しましたが、その初めてのホワイトニングからすでに7年以上は経過してるんですけど、最初に白くしてしまえばその後はここまでしっかりとホワイトニングする必要がなく白くなってくれるので、やっぱり一番最初のホワイトニングでしっかりと歯を白くしてあげるのが大切じゃないのかなと私自身思いました。初期費用が2万5,000円と言いましたが、最終的にはその後のメンテナンスを考えるとそこまで長期的にホワイトニングする必要がなくなるので、結果的には維持費としては安く収まっていくのではないかなと思っています。このオパールエッセンスに関しては即効性を求めるほど知覚過敏などのリスクっていうのが高まってくると思いますし、安全にしようと思うとやっぱり白くなるまで時間がかかるっていうのがこの薬剤の特徴なのではないかなと私自身感じています。今回のオパールエッセンスを使用したホワイトニング方法の他にも歯の黄ばみを取る方法などの動画も紹介していますので、もし興味のある方いらっしゃいましたら詳しくは概要欄をご確認ください。はい、いかがだったでしょうか。本日はオパールエッセンスの使用方法から費用など総合的にお話をしてきました。もし今回の動画が少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。